海道も海外テックのこれまじミントです。 AI の使い方を調べるミナです。クロードコードチームでは AI の成果をマークダウンより HTML で受け取る使い方が広がっています。AI との会話はマークダウンだらけなのにそこを卒業するの？理由の中心はモデル性能より人間が実際に読む確率でした。長い回答を文章から操作できる画面へ変える発想です。 HTML にすると AI が賢くなるという話とは違うんだね。はい、今日はアンソロピック公式記事の原文を確認し、マークダウン、HTML、JSON をどこで使い分けるかまで整理します。元の記事は2026年5月20日にクロード公式ブログへ掲載された HTML の不合理なくらい高い効果という記事です。 HTML の不合理なくらい高い効果、随分強い題名だ。著者はクロードコードチームのタリック・チヒパーさん本人が HTML を好むようになり、チームの他のメンバーにも同じ使い方が広がっていると書いています。ここは範囲が大事です。アンソロピック全社の正式方針とは書かれていません。記事末尾にも著者個人の意見と明記されています。クロードコードチームがマークダウンを全面廃止。言い過ぎ。チーム内で HTML 派が増えているなら原文通りだね。その理解が正確です。ただし本人の運用はかなり徹底しています。ほぼ全てでマークダウンを使わなくなったと書くほどです。本人はだいぶ HTML 側へ寄り切ってる。著者はマークダウンの長所も先に認めています。単純で持ち運びやすく直接編集しやすい、短い文書には今も強い形式です。それでも困ったのはどこ？本人は100行を超えるマークダウンを読み通すのが難しいと書いています。 AI が長い仕様書や計画を作れるほど受け取る人間の注意が先につきます。情報が足りない問題から情報はあるのに読まれない問題へ変わった。そうです。マークダウンは上から順に読む一本の道です。 HTML ならタグ、色分け、折りたたみ、図、リンクを使い読み手が必要な場所から入れます。でも HTML は手で直すと面倒だよね。閉じタグを探したり CSS を触ったり。そこで2つ目の変化です。著者は生成されたファイルを自分で直接直す機会が減り、修正もクロードコードへ頼むようになったと説明しています。人間が手で直しやすいマークダウンの価値が相対的に小さくなる。 AI が HTML の面倒な部分を引き受けるなら人間は完成画面だけ確認できます。書きやすさより確認しやすさを優先できるようになったのです。この使い方が今になって広がる理由は AI の進化だけ。3つの条件が重なりました。ブラウザはほぼ全端末で動く共通の表示環境です。 HTML1 枚なら新しい専用アプリを配らずに開けます。そして現在のコーディングエージェントは HTML、CSS、SVG、JavaScript をまとめて生成し修正まで続けられます。人間が一から画面を組む手間が大きく下がりました。最後に人間の役割が全部を書くから候補を比べて決めるで映った。その変化に画面という出力が合います。これはファイル形式の流行より人と AI の分業が変わった結果です。記事が挙げる用途は仕様と計画、コードレビュー、デザイン施策、調査レポート、そして作業専用の一時的な編集画面です。計画を HTML にするだけで何が変わるの？例えば新しい画面の案を6つ作り、密度や雰囲気の違いを1枚のグリッドに並べます。文章で案を6個読むより差を一目で比べられます。採用する案を決める仕事なら文章の綺麗さより比較の速さが大事だ。コードレビューなら実際の差分、横の注釈、渋滞度の色、処理の流れを一つにまとめられます。知らないコードを読む人にも入り口ができます。赤い警告だけ先に見る、図から入る、細部は折りたたむ、読み方を選べるんだね。本命は双方向性です。記事には30件のチケットを Now、Next、Later、Cut へドラッグする一時画面の例まであります。その仕事だけの専用アプリを AI が1回だけ作るのか。はい、操作が終わったらマークダウンとしてコピー、JSON としてコピー、プロンプトとしてコピーで決定結果だけを AI やリポジトリへ戻します。 HTML が完成品とは限らない。人間が判断するための使い捨て操作版にもなる。ここがマークダウンとの最も大きな差です。 AI の回答が読む文書から判断する道具広がっています。共有のしやすさもあります。マークダウンを整形して見せるには対応する閲覧環境がいります。 HTML ならリンクを開いたブラウザでそのまま見せられます。スマホでは要点だけ、パソコンでは左右比較、画面幅に合わせて見せ方も変えられるね。会議前に長い仕様書を添付するより最初に結論、次に選択肢、最後に根拠を置いた1枚を渡す
読まれる確率を上げる設計です。資料は全部ありますと相手が本当に読むは別の問題だもの。見た目が豪華でもタブの分だけ出力は長くなるよね。その通りです。同じ3項目でも HTML は開始タグと終了タグが増えます。 CSS や JavaScript まで入れればさらに長くなります。社自身もマークダウンの方が少ないトークンで済むことを認めています。その上で表現力と人が読む可能性を優先したと説明しています。では長い会話を毎回 HTML にしたら。同じ HTML を次の会話へ何度も入れる運用では入力も膨らみます。生成時間、料金、差分確認、バージョン管理の負担も増えます。公式記事の本人は100万トークンの文脈では増加が気にならないとしています。ただしこれは個人の環境と価値判断です。誰にでも同じ結論が出るベンチマークではないんだ。はい、この記事は実践報告です。 HTML の方が推論精度で優れるという比較試験は示していません。文脈へ収まることと効率が良いことも別です。出力トークンには生成時間と料金がかかり、次のターンで再読すれば入力側にも効きます。 CSS を1箇所直しただけで Git の差分が何十行も動くこともある。共同編集や長期保守では HTML1 枚の便利さが逆転する場合があります。データと見た目を分離し画面は再生成できる構造にすると扱いやすくなります。1回見るレポートと半年育てる設計書では選ぶ形式も変わるんだ。実用上は3つに分けると迷いません。人間が短く読み書きする作業文書はマークダウン、人間が比較し判断する成果物は HTML、プログラムが受け取るデータは JSON、スキーマです。アンソロピック自身もその3つを使っているの？クロード、コードは現在もプロジェクトの指示をクロード MD というマークダウンファイルから読みます。会話履歴は JSON-L で保存し、プログラム実行には JSON 出力も用意しています。 HTML 推しの記事が出てもクロード、コードの説明書はマークダウンのまま。用途が違うからです。マークダウンは Git の差分を読みやすく、エディタを選ばず壊れても本文を読めます。指示や記録の小本に向いています。機械へ渡す場合 HTML から必要な値を探すより項目と型を決めた JSON の方が確実です。クロード API にも指定した JSON、スキーマへ出力を合わせる機能があります。マークダウンはノート、 HTML は操作版、 JSON は機械同士の伝票、役割を混ぜないのがコツだ。 HTML にはもう一つ重要な違いがあります。ブラウザ上で処理として動けます。スクリプトタグや外部通信まで書けるなら普通の文章より権限が強い。 MDN は未検証の文字列をインナー HTML へ直接入れると XSS という攻撃の入り口になると警告しています。 AI の出力も信頼済みコードとして扱えません。安全な流れは生成、構文検証、サニタイズ、制限された場所で表示です。許可するタグや属性を絞り、外部通信、フォーム送信、任意の JavaScript も必要な範囲へ限定します。 AI が作った単一 HTML を開くときもメールや認証情報が見える環境では慎重にしたいね。さらに HTML だけを小本にすると変更点が追いにくくなります。重要な決定やデータはマークダウンや JSON にも書き戻し、レビュー可能な形で残します。見やすい画面と追跡できる記録を両方持つんだ。今日からは次に誰が使うかで決められます。自分や同僚が文章を書き直すならマークダウン、比較、図解、操作が必要なら HTML、プログラムが処理するなら JSON、スキーマです。 AI に何形式で答えさせるかより受け取った人が次に何をするかを先に考える。最初から全回答を HTML へ変える必要はありません。長くて読みにくかった資料を一つ選び、単一 HTML の解説ページを頼むところから試せます。結論を先に選択肢を横並び、根拠へのリンク、外部通信は使わない、出口にマークダウンのコピーボタン。重要なのは見た目の派手さより判断を助ける構造です。色や動きを増やす前に何を比べ何を決める画面かを一文で指定します。一度使って読む時間が減ったか見落としが減ったかで続けるか決めればいいね。その通りです。クロード、コードチーム内の HTML 活用はマークダウンの敗北を示す話ではありません。 AI の成果が大きくなり人間が関与し続けるために回答そのものを画面へ変える動きです。 AI の回答が長文化した次に来たのは要約だけでは足りない世界。読む順番まで設計する必要が出てきた。根拠の範囲も確認します。今回はクロード、コードチームメンバーの実践報告で形式ごとの推論性能を測る公式ベンチマークではありません。それでも見せる成果物だけ HTML は今日から試せる現実的な落とし書だね。 AI を使う側の工夫まで
一時資料から確かめる動画を続けます。役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援してください。海外テックのこれまじりなとミントでした。バイバイ。